おはようございます。たかしです。本日は9月19日木曜日、ただいま9時24分。それではポンド円とドル円の相場分析をやっていきましょう。最初にお知らせです。FX 初心者の方に向けて YouTube メンバーシップで基礎力アップ動画を毎週配信しています。トレードを基礎から学びたいもしくは学び直したい方はぜひご利用ください。では前半はポンド円、後半はドル円をやっていきます。まずはポンド円の冷やしからです。現在昨日は長い下髭の陽線になってきてますよね、ここ。で、本日も上昇から始まっております。現在は冷やしの GMMA が下向きですので、基本は下落トレンド中なんですね。その中で、今までずっと GMMA との乖離がありましたので、そこを解消に行く、そういうタイミングと考えております。過去の動きを見てもわかるように、GMMA に接触してからの下落になってますので、そろそろ上値が重くなってくる頃合いかなとも考えられます。ストキャスティクスも高値圏に入ってきておりますので、本日強みに上昇してますが、この上昇が止まるあたりからの一度、冷やし単位の下落方向への動き、こういう動きはイメージしておいた方がいいと思います。もちろん上抜けてくる可能性はあるんですが、一旦は反発してくると考えますので、基本的には今、昨日も含め強く上昇はしてきておりますので、短期的にはこの上昇に乗っていけばいいんですが、そろそろ天井を迎えやすい、そういうポイントに来ているっていうところは覚えておいてください。では4時間足です。4時間足、ローソク足を見ていただいてもわかるんですが、本日強く上昇してきてますね。今まで GMMA の青帯が下向きだったので下落トレンドだったんですが、ここ火曜日の日に一旦上抜けて、そして昨日押しをつけてそこからの上昇になってきております。このあたりとかこのあたりを見ていても、昨日の FOMC でも一度下を攻めたんですが、結局 GMMA の青帯でサポートされている状態ですので、本日そこからの上昇、そして現在目指しているのがこの辺の高値ですね、ここ。今ちょうどこの白い水平線を上抜けてきております。まだ4時間足確定していないので何とも言えないんですが、この白い水平線を上抜けてくると次のターゲットはこのあたり、189円のミドルぐらい、そしてだいたい190円っていうところが意識されてくるので、189.5 から190円ぐらいが次のターゲットと考えておきたい。このあたりですね。もうちょっと上昇余地があるのかなと思ってます。このあたりからの下落になるのか。そうすると、日足の GMMA に接触してからの下落みたいな、そういう動き方にもなってきますので、今は上昇はしてますが、先ほど言ったように、日足の GMMA も近くなってきておりますので、そろそろ天井を疑っておく。どんどん上昇するというイメージは持たない方がいいかもしれません。もちろん、押しを待って、一度押しをつけてからの再上昇っていうところは狙ってもいいと思いますが、今は基本的に、ストキャスティクスも高値圏で、だいぶ上げ切っている感がありますので、ここからの上昇についていくんじゃなく、しっかり下げてからの次の上昇の流れっていう、こういうところですね。こういうところを狙っていくのがいいと思います。では、1時間足です。1時間足は簡単ですね。GMMA の青帯でサポートされて上昇。昨日とか一昨日とか、昨日も2回ここでサポートされておりますので、この動きをイメージしておきたい。4時間足のストキャスティクスは高値圏と言いました。1時間足も高値圏ですよね。なので、今強く上昇してますが、ここからエントリーするんじゃなく、今伸びきってますよね。今上昇トレンド、こういうトレンドを作っているんですけれども、こんな感じ。今かなり伸びきっているところなので、こういうところでエントリーするんじゃなく、次の押しを待つ。今まで GMMA の青帯にサポートされて上昇してきているので、これが、例えば GMMA の青帯がこういう風に上がってくる。そしてそこに今押しをつけて、そこからのこういう上昇のイメージですよね。まずは一旦の下落を待つですね。この動きを本日待って、今強く上昇しているんですが、ここに乗るんじゃなく、一旦の下落を待って、再び GMMA でサポートされるような、そういう場所からエントリーしていくっていうところを見ておくといいと思います。理想的なのは昨日の高値付近ですね。このあたりまで押しをつけてくる。だいたい188円付近、もしくはこのあたりですね。187円のミドルぐらい、そのあたりまで押しをつけてくるのを待って、そこからの上昇の流れ、こういう動き、もしくはこういう動きですね。そのあたりを意識しておく。そしてこのあたりにアラートを仕掛けておくですよね。いつも言ってますが、このあたりかこのあたりにアラートを仕掛けておいて、今ですと上がりきってますので、まず下がってくるのを待つ。そしてアラートを設定したところまで押しをつけて、そこでアラートの通知を見てからエントリーを検討するっていう、そんな考え方ですので、トレーディングビューでは簡単にアラート設定できますので、もし使いやすいチャートをお探しの方は、ぜひこのトレーディングビュー使ってみてください。概要欄に URL を貼っておきます。登録は無料です。では次はドル円を見ていきましょう。こちらもそうなんですが、GMMA の青帯が下向きですので、基本は下落トレンド中です。ただ今までの動きを見ていると、GMMA の青帯に接触することなく下落してきておりますので、
で、こういう下落トレンドを描いているんですよね。ということは現在のこの上昇っていうのはこの部分ですよね。この調整の上昇に当たるところ、そこからの再下落っていうところが考えられますので、まずはこの上昇がどこまで向かうのかっていうところですね。ストキャスティクス見ているとそろそろ上げ止まってもおかしくないのかなというところまでは来ておりますので、本日上昇から始まっておりますが、この上昇がどんどん続くかどうかっていうのは微妙ですので、そろそろポンド円と同じく天井を疑っておきたいです。では4時間足です。本日朝からの上昇で直近の高値付近まで戻してきました。ここを突破できるかどうかですね。オレンジの水平線を引いております直近の高値143円付近、そしてその上がここですね、143.7 付近、一つ上のオレンジの水平線、そしてこの赤い水平線、これ週足のラインですので、この辺は強く意識されてくると思います。だいたい144円付近ですね。そう考えると144円付近までは上昇する余地があるということです。このあたりまで上昇してからの下落になるのか。そうすると、日足での GMMA 付近までの上昇後の下落という形にもなりますので、その辺も見ておきたいですね。ですので、もうちょっと上昇余地はあるのかなと思いますが、現在は143円というラインにもぶつかってますので、ここを上抜けると次は143円の後半ぐらいまでの上昇、144円手前ぐらいまでの上昇ですね。そこからの折り返しになるのか、今度144円を超えてくると今度はこういう上昇で次のラインぐらいまでの上昇が考えられますので、その辺をイメージしておくとトレードの方向感がわかりやすいと思います。では1時間足です。こんな感じで今朝みたいなこういう強い上昇ですよね。この上昇は昨日の FOMC 後の動きなので、今のこういう上昇です。こういうところあまりついていかない方がいいと思います。先ほどもポンド円で言ったように伸びきっている感があるんですよね。ストキャスティクス高値圏にありますので、先ほど4時間足のストキャスティクスもそろそろ微妙なところに差し掛かってましたよね。ということはここから上昇していくというよりも、先ほどのポンド円と同じく一度押しを待ってからの次の再上昇の流れに乗っていくっていう考え方です。今ですと、今このオレンジの水平線143円というところがありますが、ここを上抜けてくると次はこの黄色のゾーンぐらいが抵抗になってくる。ここは先ほどの週足のラインですので、この黄色のゾーンっていうのは強めの抵抗になってくると思いますので、逆に抜けていけば、このラインがサポートに変わってくると思いますので、そこからの押し目買いが可能ですが、今の位置から考えると、この黄色のゾーン付近からの下落っていうのがメインシナリオになってきますので、ここからの下落になるのか、それともここを抜けてくるのかっていうところが本日の注目ポイントです。今143円を上抜けてきておりますので、そうすると次、この143円付近がサポートに変わってくるかもしれないので、ここでの、こういう動きですよね。こういう動き方をイメージしておくと分かりやすいと思います。まずは144円付近まで、ここを強く上抜けられるかどうか、そこからの折り返しになるのかっていうところを本日は見ておきたいです。それでは本日は以上です。この動画が分かりやすいと思ったらいいねとチャンネル登録をお願いします。そして最後にお知らせです。ノートのメンバーシップ会員を募集中です。毎朝更新の相場分析に加え、週末には分かりやすいスキルアップ動画を投稿してます。FX で勝てるかどうかは知識量の違いが決め手です。週末動画でどんどんその知識を蓄えていってください。FX を基礎から学びたい、知識レベルを上げたい、そんな方のお悩みを解決します。また、ノートでは有料マガジンを含め、複数の視聴プランをご用意してます。ノート限定の掲示板機能では、リアルタイムな相場の気づきも投稿してます。ノートメンバーシップは9月末日までは、初月無料キャンペーンを実施中です。また、限定動画だけをご希望なら、YouTube メンバーシップでもご視聴いただけます。詳細は概要欄をご覧ください。それでは本日も最後までご視聴ありがとうございました。たかしでした。バイバイ。